皆さんこんにちは。今回紹介するプラグインはディープグロー。2023年11月末発表の人気プラグインランキングでナンバーワンに輝いたプラグインです。ディープグローをおすすめする理由は、パラメーターも少なくて適用するだけで綺麗な発光感が出せるからです。標準エフェクトのグローが使いにくいという点も大きな理由なのかもしれませんが、多くの人に使われている人気のプラグインです。とにかくディープグローを使い始めると標準エフェクトのグローは使わなくなるでしょう。グローとは光を放つ、輝く、発光するという意味があります。 CG を制作する上で発光は大きな要素です。特に VFX などのグラフィックを作成する際にグローはクオリティに直結する重要な要素になります。このような 2D 手書きエフェクトの炎や雷のエフェクトにもグローは効果的です。画面の右側がグローありの状態で、画面左がグローなしの状態です。グロー効果をつけるだけで雰囲気が増します。ちなみにこれはディープグローを適用して強度を調整しただけです。グローに関する基礎知識として高品質なグローの構造について説明します。発光するものを作るときに光の中心のコア部分とその周りの光のグロー部分に分けて考えられます。適切なグロー幅はコアの幅によって変わります。そしてこの周りのグロー幅を十分にとってあげることでより綺麗な発光感が得られます。光は距離が離れるほど弱まります。現実の光の減衰は2乗に反比例が物理的に正確になります。つまり距離が2倍になれば光の強さは4分の1となり、距離が3倍になれば光の強さは9分の1まで弱まります。今回はこのディープグローのパラメーターについて解説していきます。ディープグローは先ほども言いましたが、適用するだけで綺麗に発光します。調整するパラメーターも非常に分かりやすいのが特徴です。それでは実際にディープグローを使っていきましょう。適当にシェイプパスを新規で作成します。シェイプの線は削除して塗りは薄い青色にします。このシェイプを手書きエフェクトと見立ててディープグローを適用します。エフェクトからプラグインエブリシング、ディープグローを選択します。適用した時点で綺麗に発光しているのが分かります。まず一番上の About and Support は製品のページへのリンクがあったり、フリープラグインズからは制作者のプラグインエブリシングのページを開くことができます。ゲットサポートを押せばメールでサポートも受けることができます。その下には使用している GPU の情報が記載されています。ディープグローはほとんどの操作を GPU 上で実行するため CPU のみのレンダリングノードとは互換性がありません。では順番にパラメーターを紹介していきます。一番上のラディウス、これは半径です。グローの半径のことです。グローの芯とグロー部分は色を変えた方が綺麗に見えるのでドロップシャドウを適用させます。エフェクト順をディープグローの前にします。ドロップシャドウのカラーを青にします。不透明度を 100% にします。距離を0にします。そして柔らかさの数値を上げていけば光彩の役割になります。ここでは柔らかさを500にします。このように光彩をつけることで芯部分とグロー部分で色を分けられます。エクスポージャーは露出のことで芯部分の光を強くすることができます。ラディウスとエクスポージャー、この2つでグローの強さをコントロールします。その下のインプットの項目を開きます。スレッショルドは敷位値のことでどこまで暗い部分も光らせるかです。この数値を上げていけば光らせる輝度の範囲を狭めることができます。今回は単色のシェイプなので分かりにくいので写真に適用してみてみましょう。風景の画像をインポートしました。この写真に先ほどのディープグローをコピー&ペーストします。スレッショルドが0だと全体にグローがかかります。スレッショルドの数値を上げていくと暗い部分は反応しなくなります。そしてスレッショルドスムーズはその境界線をスムーズにするかどうかの数値です。数値を上げていけばスムーズになっていきます。ディープグローのメインのパラメーターはこの4つです。ほとんどの場合この4つのパラメーターしか触りません。調整するパラメーターが少なくて分かりやすくて綺麗に光るのが人気な理由だと思います。その下のマスクはマスクとしてレイヤーを指定できます。例えばこのように画面の下半分にシェイプを作成して
このレイヤーをマスクに指定します。すると画面の下半分にグローが適用されます。トラックマットと同じようにアルファチャンネルとルミナンスキーが使用できます。モードをルミナンスキーに変更すれば輝度情報を使用することができます。例えば平面にエフェクトのフラクタルノイズを適用します。ノイズを調整します。ではこのレイヤーをマスクに指定してみましょう。そして横のプルダウンメニューでエフェクトとマスクにします。するとレイヤーのエフェクトも込みで読み込んでくれます。ルミナンスキーによりフラクタルノイズの輝度が高い部分、白部分をマスクとして使用できました。その下のインバートはマスクの範囲を反転してくれます。この場合白部分ではなく黒部分にグローがかかるようになりました。ではその下のスタイルの項目を見ていきましょう。ブレンドモードでグローの合成モードをスクリーンと加算から指定できます。このガンマコレクションは明るさの補正についてですが、ここは自動検出にチェックを入れておきましょう。その下のアスペクトレシオはグローの重応比です。デフォルトが 1.0 で数値を0に近づけると光を縦に伸ばすことができます。 2.0 に数値を近づけると光を横に伸ばすことができます。引き伸ばした光は下のアングルにチェックを入れれば角度を指定することができます。その下のクロマティックアベレーションは色周差です。チェックを入れて使用します。チャンネルでずらす2色を指定できます。アマウントでずらす距離を指定できます。赤と青チャンネルがずれていくのが分かります。その下のティントで色を指定すると光彩の表現ができます。あくまでグローの色合いの指定なので、ここで色を指定する場合ドロップシャドウはオフにしましょう。ブレンドモードで合成モードを指定できます。ミックスは合成の強さです。0にすれば光彩は無効になります。次のクオリティの項目に行きましょう。ステップ数の数値を 0.1 に下げるとグローが滑らかでなくなります。ダウンサンプルは低解像度処理で 100% にすると滑らかになります。 50% にすれば低解像度になります。その下のオートイテレーションズのチェックを外せば反復数を指定できます。反復数を10に増やすとグローが滑らかに見えます。反復数を6に減らすとグローが粗くなります。その下のディザーはグローにより発生したバンディングノイズを軽減します。ですがグローを強くしてもバンディングが発生しなかったので、この項目に関してはチェックを外しても変化を確認できませんでした。ディザーにチェックを入れておけば間違いないと思います。その下のビューでグローインプットに切り替えるとグローが適用されている範囲を表示することができます。これも分かりやすいように先ほどの写真を使って説明します。一旦写真に適用したディープグローの設定をリセットします。ビューをグローインプットに切り替えます。色値を使ってグローさせる範囲を絞った時にグローインプットを表示させると今グローが適用されている範囲が分かりやすいです。このようにグローインプットで表示された範囲が今グローがかかっている部分ということです。ビューのグローインプットはスレッショルドで光らせたい部分を調整するときに便利に使えます。それでは写真での説明は終わってシェイプに戻ります。その下のソースオパシティはソース画像の不透明度です。今グローが強すぎてわからないのでグローを弱めます。半径を50、露出を 0.2 に弱めて一番下のアンマルトはチェックを外せば背景を黒にすることができます。チェックが入っているデフォルトの状態は背景は透明になっています。チェックを外すと背景が黒になります。ソースオパシティを 0% にします。するとシェイプレイヤーが消えてグローの光だけが残ったのが分かります。これでパラメーターを一通り全て紹介できました。いかがだったでしょうか。今回は大人気のプラグインのディープグローを紹介しました。ディープグローが人気の理由はやはりパラメーターが単純で綺麗に光るところです。今回細かく紹介したパラメーターも実は半径と露出と色値以外は普段あまり触りません。AE の標準エフェクトのグローはとても分かりにくく
ディープグローに比べて明らかに性能が悪いです。それもディープグローの人気の大きな理由だと思います。私も VFX の仕事をしていた時に標準エフェクトのグローは一切使用しませんでした。正直私は物を光らす時にグロー系のエフェクトは使っていませんでした。しかしこのディープグローは適用するだけでとても綺麗に光ります。人気な理由もわかるし、価格も安いので持っていて損のないプラグインだと思います。ぜひ皆さんも購入を検討してみてください。概要欄に購入リンクを貼ったので、そこから買ってもらえたら嬉しいです。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。